実はクロール、自己流だと上達の限界があるんです。皆さんのクロール、自己流になってませんか？実はクロール、長く泳ぐためには自己流ではなかなかうまくいかないんです。今回はプロが教える長く、そして楽に泳げるほんまもんのクロールの泳ぎ方、詳しく解説していきたいと思います。もうこれで皆さんのクロール、めちゃめちゃ上級者のようなクロールになります。チャンネル登録で最新の情報をいち早くゲットできます。はい、どうもこんにちは。キックはツービート。水泳ティーチャーのともきんです。皆さん、ほんまもんのお好み食べたことありますか？ほんまもんのお好みってどんなんやねんって言われますけども、僕はね、関西人やからね、もうお好みって言ったらですね、月に2回か3回ぐらい、少なくともそれぐらいは食べてるんですけれども、やっぱりお好みってね、この前ね、地方行った時に食べたらやっぱ違うんですよね。やっぱ違うなと思ったんですよね。一番美味しいのはやっぱり家のお好みですね。自分で作るやつが一番美味しいんですけども、簡単にですね、ほんまもんのね、関西のね、大阪本場のお好みを作ろうと思ったら、スキレットってあるでしょ？鉄板ちっちゃいやつ。あれでね、蓋閉めて作ったら、ふわっとなって美味しくなるんで、あれぜひね、使ってもらいたいなと思うんですよ。スキレット。一回安くね、ニトリとかでも売ってますんでね、ああいうのでね、作るとね、美味しくできます。っていうところでね、そんなほんまもん。そう。今回ですね、ほんまもんのお好みじゃなくてですね、ほんまもんのクロールのお話していこうかなと思います。いつもほんまもんのクロールのお話してますけどね、今回はですね、皆さんがですね、長く、そして楽に泳ぎたい。そんなクロールですね、ほんまもんのね、泳ぎ方をですね、今回詳しく解説していこうかなと思います。特にスイミング習ってませんよっていう方も上手くなろうと思ったら、自己流ももちろん大事なんですけど、そこプラス情報がちゃんと新しい情報が入ってないと、なかなか自分の泳ぎっていうのはアップデートしていきませんので、新しい情報を踏まえつつ、クロールの泳ぎ方についてお話ししていこうかなと思います。実はクロール、自己流だと上達の限界があるんです。ということでね、早速やっていこうかなと思います。今回3つにお話を分けてしていくんですが、1個目がですね、クロールの基本を抑えるっていうところですね。クロールの基本って言えばですね、やっぱりその手の動かし方とか、キックのね、打ち方とか、様々あるんですけれども、基本的にここは絶対抑えとかなあかんよっていうお話をね、まず1つ目でお話していきます。2つ目にですね、意外に間違いやすいクロールの常識っていうことで、皆さんが普段特にスイミングスクール行ってない方は自分の中のクロールの泳ぎ方の常識って言ったらあるんですけれども、意外に間違っているパターンが多いんです。今回それを直してもらうためにどういったところを間違いやすいんかというところですね。レッスンの中でも間違ってる方結構多いとかありますんでね。それを直したらクロールね、結構上達しますんで、そういったお話ししていきます。3つ目がですね、おすすめの練習方法ということで、実際に練習していけばですね、どんどん上手くなっていきます。自己流だろうとですね、スイミング習っていても自己練習ね、自分の練習っていうのはすごく大事になります。練習方法を最後にね、詳しく解説しますんで、楽しみにしておいてください。というところでいきましょう。一つ目。クロールの基本を抑えるということで、クロールの基本って言えばですね、手の回し方ね。呼吸は今回ちょっとね、省きます。呼吸をちょっと知りたいなーって方は、トモキン、クロール、息継ぎとか呼吸ってね、調べてもらったらすぐ出ます。今回はですね、手の回し方とキックの蹴り方から2つのお話ししていきます。まず皆さん、手の回し方、しっかり回せてますか？回せてるけどしんどいわーっていう方出ませんか？全然こう回してんのに進まへんみたいな。実はですね、手の動きっていうのが、ほぼ皆さん変わらないんですよね。で、これをですね、今から説明するんですけども、手をこう、一周回せますよね。この一周回す間にいろんなドラマがあるわけなんです。どんなドラマかっていうと、5個のストーリーがあると思ってください。まず1つ目は手が入るね。こう入水というところですね。これもストーリーですよね。いきなりこう物語あるわけですね。で、この手を入れるときにですね、肘から落ちますよね。バシャーンと落ちてしまうと、これブレーキかかっちゃうんです。物語でうまくいくためにはですね、この指先からね、手首、肘、この順番でスッと入れる。これで、まず1つ目のエントリーね、入水っていうところが綺麗にいきます。これは皆さんできてますか？どうですか？確認しながら、自分の手こうやってやりながら僕の YouTube 見てもらったらいいんですけども、この次のドラマ、キャッチね、こう水を捉えるとこ。これめっちゃ大事ですからね。水を捉えるときに、こう、例えばこうね、手のひらが下向いたままこうやる方とかね。あとはですね、肘が使えてない方。例えばこうやって書いてる方は、ここだけなんですよ、使えてるのね。本来はここ全部使って、肘から下全部使って書くんですけども、書くときに一緒に肘がこうやって動いてないからね。キャッチとかね。これも肘を動かさない。動かさないで、手のひらだけ動かして。で、その後、一緒に肘がある程度まで来てから一緒に動かすというところ。で、この次、ここ、3つ目のドラマ。ぐっと力入れるところですね。この力入れるところっていうのは、このぐっとここだけですからね。ここだけね。時計で言うと6時から7時半。ここだけです。あと全部力抜いてますからね。唯一クロールで力入れるところここです。ぐっと押してね。この次ね、最後、ここで押し出すね、こうグッと水を押して、その後にポケットから手をスッと抜くような感じで、押し出したらスッと抜いて、手を前に最短で持ってくるね、ところっていうのは、例えばこれ1個目のドラマでしょ。1個目、2個目で、3個目がこの押すでしょ。押し出しが4個目のドラマで、最後のこの5つ目のドラマ。これがですね、すごい大事で、これも全部大事なんですけども、戻すときにみんなゆっくりやってるんですよね。で、これゆっくりやれば体沈むんですよ。だから、ゆっくりやったらダメなんですよ。ここは最短でサッと持ってこないといけない。サッと。
で、これさっと持ってくると体が沈みにくいって形になりますので、まずはスッと持ってくる。それぞれね、気をつけるポイントがあるんですけども、今言ったようなポイントですね、もう簡単でいいんで、イメージしながら、で、もう一回自分の手でね、よし、こう手入れるときは指先からやな、指先から入れる。で、次は水をかくときは、肘はすぐにこう下げない。ちょっと待ってから、ここまで来たら、ちょっと力グッと入れる。で、最後ここ落ち出さない。ポケットからスッと抜いたら前にスッと持ってくるっていうところですね。これが基本の動きになります。5つのドラマね、皆さんですね、このドラマを作っていくというところです。これがですね、手の回し方なんです。あとね、ちょっと一つだけね、覚えておいてほしいのは、力加減。力加減はね、さっき言ったこのね、力唯一押すよって言ってね、6力4、3、ここね、プルって言うんですけども、ここだけなんですけども、あとほんまに力抜いてください。で、最初ね、できればもう全部力抜いてもらっていいです。力抜いたまんまでおいでもらうのが一番いいです。力っていうのは、足していくのは簡単なんですけども、その部分だけ抜くって難しいんですよ。簡単に言ったらですね、うどんの出汁を作ってですね、最初に辛く作りすぎたらですね、これもうどうしようもないわけじゃないですか。水入れたら足したら大丈夫なんですけども、やっぱり徐々に足していくでしょ。ちょっとずつね、味付けしていくじゃないですか。そういう感じなんですよ。クロールの手も一緒で、味付けと一緒でですね、徐々に足していく感じなんですよ。だから徐々に力を入れていく感じでいい。最初は何もない水の状態ですね。で、そこから出汁入れていくと。みりん入れたり、醤油入れたりとかね。そういう感じですね。だから力加減は、本当に徐々に足していくっていうのを意識して、まずは全部力抜いてください。それがやった方が力に入れるっていう感覚はつかめますんでね。それはね、ちょっと覚えておいてもらったらいいかなと思います。二つ目がキックの蹴り方ですね。簡単に言えばキックってね、こう蹴るでしょ、こうやってね。ちょっと内股なんですよ。で、内股に蹴っていただいて、蹴り方としては、その、丁寧からね、こう蹴るのが理想なんですけども、まずは内股でいいです。内股にすれば、まっすぐね、足をこうやって蹴るのと、こんだけ分の幅と、これ内股にしたらこんだけ幅広がるわけですね。だから蹴り方も全然蹴りやすくなります。足っていうのはこういう風な蹴り方するんですよね。こう、まっすぐじゃないんですよ、実は。こう動いてます。まあ、回転をかけながら蹴るんですけど、まあ、ここまでは最初しなくていいんですけど、まず内股にすることによって、スピードが上がりやすいし、蹴りやすくなりますんで、思ってる以上に内股っていうのを意識していただくといいかなと思います。まあ、蹴り方はですね、今日はちょっと細かくは言いませんけれども、まず内股ですね。内股ができるようになってくると、ほぼほぼですね、うまく蹴れますんでね。そういうところをね、意識していただいたらいいかなと思います。これが基本ですね。スイミングでもなんか内股でキックってあんまならないと思うんで、結構内股です。二つ目の話していきます。意外に間違いやすいクロールの常識っていうことで、レッスンの時に僕のリアルな NG をですね、いっぱい見てきてますんでね、皆さんが常識だと思ってることは、実はですね、それは常識じゃないよっていうことがあります。これ3つあるんですけど、まず1つ目、正しい息継ぎの方法ということで、息継ぎ皆さん、ちゃんとできてますか？例えば、スイミング習ってる方でも、ちょっと怪しい方いてます。そこまでスイミングでも、息継ぎを徹底してね、1ヶ月息継ぎの練習だけですっていう、多分そんなスイミングないと思うんです。逆にそんなスイミングがあったらすごいなと思いますけれども、確実に上手くなります。息継ぎ皆さんですね、できてない方結構多いんですよね。息継ぎってね、止めないといけないんですよ。水泳の場合は止めるっていうのが入ります。例えば、陸上で走ってて止めるってないんですね。吐くと吸うだけなんですけども、水泳の場合は止めないといけないんですよね。止めることによって体浮くんで、ポジションが高くなって呼吸もしやすくなったりとかって、いろんな形ね、進みやすくなったりするんですけども、吐きますよね。そしたらスーッと沈みます。で、吸ったら上がります。この状態をずっとやっていると、水の抵抗いっぱい受けるんですけども、例えば、吐いて吸って止める、吐いて吸って止めるっていう形で止めるとですね、こういう風に止まるんですね。止まると、睡眠に近い状態で呼吸もすぐできるっていう形なんで、吐いて吸って止めるってすごい大事なんですよ。これをですね、やっていただくっていうのが一番大事なんで、しっかりと吐く、で、吸う、止める。で、吸うはあんま気にしなくていいんです。この3つの中で一番大事なのは、吐くなんですね。吐いて、ふんって吐く。その後止めるのも大事なんですよ。で、しっかりまず吐く。苦しいなっていう50メーターでしんどいなって方、大体吐けてないんで、しっかりと、ふんって吐く。ふん、ね。しんどくなったら、ふんっていう。ね、これが大事になってきますね。まあ、これが、1つ目ですね。正しい息継ぎっていうところになってきます。これめちゃめちゃ大事ですからね。意外に皆さんですね、苦しいなって思ってる方は、吐けてない方多いんでね。私吐いてるつもりやねんって、僕ね、水中から見るとやっぱ吐けてない方結構多いんですよね。なので、しっかりと、ふんって、もう言ってくださいね。ふんって言ったらいいんです。泳ぎながら、ふんっていうね、っていうところですね。2つ目がですね、手は伸びない。手は伸びません。スイミングでもね、手伸ばしてくださいって言ったでしょ。手は伸びません。残念ながら、僕も伸びないです。関節はそんな伸びないです。実際に手は伸びないんです。ただでもこれ見ててくださいね。いきますよ。ほら、伸びてるように見えませんか？ほら。これが伸びてるっていうやつですよ。で、これなんでどうやって伸びてるのって言ったら、肩がこう動いてるだけなんですよ。だから皆さん今ね、こう目の前でね、YouTube とか見ながらね、こう手を前に出してもらってね、肩をこう前に出してください。そうすると伸びるでしょ。これ手が伸びてるように見えるんですけども、実はローリングっていうのを使ってます。手は伸ばすんじゃなくて、ローリングで伸ばすようなイメージなんですよ。だから、早く手をかく人、こうやってどんどん手をかいちゃう人っていうのは、ローリングができないんですよ。こう待つ時間がないんで、ローリングできないんですよね。だから手が伸びない。しっかりとここからローリングして伸ばす。ローリングして伸ばすっていうところなんで、手を伸ばすというよりかはローリングして伸ばすっていうところです。なんかこれよく言うのは僕はね、中堅8個ね、8ですよね。8って言いながら手を伸ばしていくんです。そうすると伸びますからね。8ってね。もしくはもうお金ね、現金の100万円。
100万円皆さんあったら絶対手伸ばすでしょ。100万円やーって言っていくでしょ。おー100万円って言ってもう絶対手伸びるでしょ。手伸びるというか、これ結局こう肩が前に出て伸びるんです。セール品で取りに行く時と一緒ですよね。バーゲンとかで。これでやーって取りに行くね。あれバーゲンもね、勢いでね、買ってしまって帰ったら、これやっぱいらなかったなっていうね、結構ありますけどね。イメージで言うと、バーゲンのね、こう、ガーって取りに行くっていう感じですかね。そんなイメージグッと伸ばしてあげるってことですね。でそれで伸びてますんで、だからローリングで伸ばして、だから手は伸びないんですよ。手を伸ばそうと頑張って無理なんで、8で言いながら伸ばす。待ってあげるって感じです。待ってあげると勝手に伸びていきます。で、あともう一つ、手は最後まで書かないということですね。これ一昔前は手はね、一生懸命最後までビャーンって書いてました。で、今はもう書かない。書いてしまうとね、ここでグッと最後まで書いちゃうと、グッとほら、体がここ上がるんですよね。ってことはブレーキかかります。ブレーキかかってしまうと進まなくなりますんで、今のトレンドはフラットな状態っていうのをずっとキープしてる方が早いですね。なんでかっていうと水の抵抗はないんで。水の抵抗って空気の800倍って言われてますけど、めちゃめちゃブレーキかかります。それをかからないようにしようと思ったら、こういう風に早めに手を抜かないといけないですね。6時から7時半まで行ったら早めに8時ぐらいからスッと抜いて前に持ってくる。そうすると体がこう反ることはないんで、この状態、フラットの状態がキープできます。で、これができるようになってくると、思ってる以上にこうね、どんどん進むようになってきます。手だけで考えたら、押した方が進むんですけども、結局手を押したらその分足が沈むんで進まなくなるんです。ってことは、手を早めにね、切り上げた方が、実はこのポジションを保って早く泳げるよということになります。皆さん結構昔だったらね、最後まで手をかけなさいって言われたと思うんですけども、かかないですね。今もう、さっと前に持ってくるというのを意識してください。最後、おすすめの練習方法ですね。2つ紹介します。まず1つ目がですね、水中歩行です。水中歩行ってめちゃめちゃ便利なんですよ。練習として。特に初心者の方とか中級者の方は1回これやってください。1回じゃなくていっぱいやってほしいんですけども、歩きながらやることによって手だけ集中して練習できるんですね。ミラートレーニングって言って鏡の前でやるのもすごく大事なんですね。鏡の前で、私今日めちゃめちゃ化粧のれえわとか、なんかシュッとしておとまやなとかね、褒めてもらってね、こうミラーのトレーニングしてもらったらいいんですが、手がちゃんと正確に動いてるかっていうのが大事なんですよね。で、それを一致させないといけないんですね。で、結構ほとんどの方はズレがあります。自分の思ってるのと体の動き全然違うとかあるんですよ。それがですね、一致してくると綺麗に泳げます。鏡の前でこうやってても、実際に水が入ったらですね、やっぱりその水流とかもありますし、こう水圧とかもあるんで、ちょっと違うんですよね。じゃあそれをどうやって練習したらいいんかっていうと、この水中歩行なんです。水中歩行に関しては、歩きながら実際にこう水を掴んでこうやって、ね、泳ぐんで、よりクロールに近づけるというところなんですね。で、なおかつ手だけで集中して練習できるという形になりますんで、そういう意味でこの水中歩行めっちゃおすすめです。2つ目がですね、片手クロールです。で、片手クロールは水中歩行をやった後に連続してやっていくとすごく効果があります。水中歩行でしっかりとこのね、基本を学んで、そこから片手クロールでやっていくというところです。もちろんキックは軽めに打っていただいて、内股でやってもらって、片手ずつ練習します。で、片手クロールのいろんな意味があるんですけども、右ばっかりじゃなくて左も練習できます。両方できるじゃないですか。特にですね、呼吸を片方しかできませんよって方は、この片手クロールでしっかりと呼吸の練習するんです。そうすると、クロールやっても反対の呼吸できるようになります。で、できるようになってくると、ローリングもちゃんとね、こういう風に左右均等にこうローリングできるようになります。そうすると安定してクロールが進むようになりますんで、この片手クロールはね、本当に両方しっかりやっていくっていうのが大事になってきます。皆さんね、自己利用も大事なんですけど、新しい情報をどんどん入れてですね、それを進化させていくとですね、クロールもあっちゅう間にですね、早く泳げますんでね、楽に長くも泳げます。皆さんのですね、クロールライフが最高になりますんでね、今日の動画を、ね、見返してもらって、ヒントを入れてもらったらなと思います。というところでね、最後ちょっと動画まとめておくと、今回ね、3つお話しました。まず1つ目、クロールの基本を抑えるっていうところで、手の回し方ね、5つのドラマですよ。エントリーから入ってね、入水で手をキャッチの部分ね、細かく言っていきましょうか。指先、手首、肘、この順番でスッて入る。で、水をかくときは、しっかりと肘は残して、手だけかいていく。ここまで来たらグッと押してあげる。ここね、力をグッとここだけ一瞬だけ押してあげる。で、押したら最後はここ押し出してスッと抜く。ここ押し上げないね。スッと押し出して、で、ここからポケットからスッと抜いて前にここは素早く持ってくるっていうところです。それをうまくやっていけば綺麗になります。あとキックの蹴り方に関しては内股ね、内股で蹴ってあげる。もちろん付け根から蹴るようなイメージです。2つ目のお話は意外と間違いやすいクロールの常識っていうところで、正しい呼吸ですね。吐いて吸って止めるね。これすごい大事です。本当に吐かないとふんって言わないと出ないんでね、水圧押されてますんでね、しっかり吐く。で、あと止める。吸うのはほんまにね、勝手に吸えるんであんまり気にしなくていいです。で、あと手は伸びないですからね。手を伸ばそうと頑張ってる人は伸びないです。伸ばすんじゃないです。前にお金があるんです。100万やったら勝手に手は伸びるんです。伸びるっていうのも手が伸びてるんじゃないです。肩を使ってこうやって伸ばしてるだけなんで、ローリングって言うんですけども、ローリングを意識しながら手をこうね、前に伸ばしていくといいかなと思います。手をね、最後までね、こう押し上げないね、こうバーンってかかないね。ある程度まで押してスッと持ってくる。押せば押すほど体反ってくるんで、重心が後ろに下がってきてブレーキかかっちゃいます。前になるべく行くっていうのを意識してください。で、練習方法は水中歩行と片手クロールになりますのでね、これも反復して練習してください。というところでね、今回の動画は以上となります。ぜひ参考にしてください。今回の動画について感想や質問があれば、コメント欄によろしくお願いします。また、ともきん公式 LINE っていうのをやっていまして、僕と LINE で友達になっていただくと、なんと4つの
未公開動画を無料でプレゼントしております。よければですね、この下に URL がありますので、そこをね、クリックしていただくと、LINE の友達追加できますので、ね、ぜひですね、登録してみてください。登録していただくと、僕に直接メッセージ送ることができます。LINE でですね、ちょっと悩み事とかあればですね、呼吸悩んでます、どうしたらいいんですかって形で、直接個別メッセージ送っていただくと、なんと僕が LINE でですね、個別にアドバイス送らせていただきます。こういう練習ええよって形でね、それぞれに合ったアドバイスさせていただきますんでね、ぜひね、悩んでる方は気軽に LINE でメッセージ送ってください。はい、というところで最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。動画がいいねと思われた方は高評価ボタンと、あとチャンネル登録していただくと、こういった水泳の役立つ情報をどんどんお届けすることができますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。スマホの場合、動画の下にあるタイトルをクリックしていただくと、友達追加ボタンがありますので、ぜひそちらからともきんと友達になってください。